この動画は陸軍特別攻撃隊新部隊の元隊員が終戦後にシベリアへ抑留された体験を語る証言です。前回の取材では語られなかった新たな抑留体験の記録です。水ですか。水はこの収容所の裏にですね、大きな川があったんですよ。向こう岸が見えんくらい大きな川。そこから汲んでいく。それで冬はもう1メートルぐらい凍るからですね。それでほがして、このくらいほがしたらもう塞がらんうちにどんどん水汲んで、もうちょっとしたらもうだんだん白くなってしまうわけですね。そういうふうな、水はそういうふうに。で、塩は岩塩だけは豊富にあったですね。どういうものかですね。塩はあんまり食べたら体に夜中犬が注意しろってみんな言いよったけどですね。いやー、水浴びはしたことないですね。それは手足はつけられるんですけどね、水浴びはちょっと大変ですよね。大体がツンドラでしょうが。それから夏でもほら、木の皮を一枚剥いだらもう下、ね、そういうふうなところやったんです。それで、私たちびっくりしたのは、冬は指の3本のところにですね、太陽がちょっと顔を出すんですね。そして指3本のこっち側に沈むんですよ。もう日本におったら見られる光景じゃなかったです。夏は沈んだかと思ったら指3本こっちからもこう上がっていくんですね。もう北極に近いんじゃないですかね、あの辺は。そういうところやったですね。佐賀から3人いたけども2人とも亡くなったですもんね。そう探しないからですね。偶然にやっぱり満州から一緒やったですよ、ずっと。それからもう一人おったら私が言うことが本当って証明してくれる。私がどんなこんなこと言うたってちょっと信じられんですよね。マイナス63度のところに仕事しよったなんて言うたってですね。こんなことがなんて鳥はだいぶ嘘いいよなって思わんじゃないかなと、ちゃんと証明してくれる人がもう一人おったらなと思うんですよね。とにかく2冬過ごしたですね。シベリアで。1回目の冬がきつかったですね。2回目は少し慣れたんですけども。やっぱ体が現地人と同じ、現地人は割と強かったですね、寒さには。何年もやっぱ私たちやっぱり1年目が一番辛いですよね。そしてだんだん容量が良くなってくるでしょ。だからなるだけ働かんように、なるだけエネルギーを使わんように、もうそれがもうお互いの合言葉です。エネルギーを使うならエネルギーを使う。でドイツ人とドイツの捕虜とこう生き交った時にお互いにドイツ語も日本語もわからんからロシア語で食事はどんなか、仕事はどんなか、もうこうすれ違う時に話すだけでですね、長くは話されんけど。でみんな木靴履いとったんですよ。木の靴を逃亡せんようにですよね。いやしかしロシアという国は本当に
嘘の塊ですね。何でも嘘。本当にもうなんであの国はあんな人を騙して、生活するのかなと思いましたね。そして知識の程度も低いですよね。国が知らんでしょ。だからもう、下の話は大好きでね。だからそれでごまかして、日本人はやっぱ頭がいい。自分たちの生きるためにね。そうです。まあ略奪した時計でしょうけどですね、いっぱいはめてですね、あいつら時計あんなにとってどうやったのかなと思った。それから磁石なんかも全然ダメですね。磁石とか時計とか、それからなんかナイフとか、あんなのは全然取り上げてしまいますね。岸壁の母のあれはやっぱり岸壁の母あの通りやったですね。それから松の木小歌ってあるでしょうか。ガリが松じゃないって言ったね。あれの原画、それを作った人、収容所と一緒だったんです。だから松の小歌を聞いて、あらこの歌聞いたことあるなと思ったら、あれ原画を修正してあの歌になったんですね。原画はですね、とっても悲しい歌なんですよ。ところが今の松の小歌はこう面白い歌でしょ。原画はそしてちょっと調子が違うですよね。あれ似たような音楽だけども、ちょっと流れがなんでかって仕事しながらその人が歌ってて、小さい声で歌ってたからですね、覚えたんですけどね。東京出身だったですよ、あれ。浅草だったかな。とにかくあの辺の出身。眼鏡かけてちょっと小太りの男性やったね。タタタラララララちょっとね、悲しい歌だったですよね。もう生きて帰るっていうことは諦めとったらしいですね。だから私は一人子やってで女の子を養子して迎えとったらしいんですよ。でも私帰ってきたからその女の子はまた実家に帰ったんですけどね。どんなってよう帰ってきたねっていうことぐらいでしょうね。もう言葉もないですね。まさか生きて帰ってくるとは思わんやったなんてそんなことは言わん。本心はそう思ったかもわからんけどね。そうですね。うちに帰ってきたのが6月10日です。時の記念日。収容所を出たのが5月5日。2年ぐらいかかりましたよ。拾い食いの癖がなかなか治らない。なんか落ちてた、そうか。なんか、歩きやってもキョロキョロっと見る癖がついてね。なんか食べ物が落ちてないかっていう、その癖がね、
本当に浅ましいな、これ早く直さないかんなって思いながら、やっぱりついそのこう見てしまう。手がこう行きかけてくるっていう。やっぱり食べ物の辛さで2、3年やったらやっぱりそんなになってしまうんですよね。同じ死に方でもね、ああいう死に方は一番残酷ですよ。それは特攻で死ぬのも嫌だけども、普通の死に方だったら上々だな。もう食べ物がない重労働、そして寒さで死ぬって、これ本当もう残酷な死に方ですよね。それはその前に私たちが経験したから光景を見てほろりとしたんですよ。ね。今の生活ずっと長くやってそういう景色を見たって、ああ今学校行ってるなで済むけども、とても人間の死に方で最低の死に方した人がたくさんいるシベリアで、やっと生き延びて帰ってきて光景を見たら、それは誰だって感激っていうか、なんていうかな、ほろりするだろうと思いますよ。だからその前の景色を見る前の状態になったらわかるはずですよね。みんな甲板に出てこうして外を見て、もうあの時船に丸1日か2日乗ったままですね。早く上げてくれんかななんて言ってわわ言ってる時に、子供たちがこう言って、だからみんなピタッと話がね、シーンとなったのね。ほらっとこう見たら、みんなこうして見てるもんね。あの時みんなそれぞれどう思ったのか、自分の子供のこと、自分の子供の時代、そしてそういうことを思って平和な日本になったなと思って見てるだろうと思うんですよ。あの時選挙にみんなこうやった時が10人ぐらいいたから、みんなそれぞれ思うことは違うんだろうけども、そうですね、やっぱり感激しましたね。よく帰ってきたなっていう思いですよね。